おはようございます。松原芽衣です。今日はですね、婦人科に行ってきた帰りなので、ピルを飲み始めて半年が経ちましたので、自分が感じたことをこんな感じだったよっていうレポをしていこうかなと思ってます。ピルの存在は知り合いから聞いていて、前から良いよっておすすめしてくれる人がいたんですけれども、病院受診するのめんどくさいなと思っていいなとは思ってたんですけど、一旦寝かしてたんですよ。で、2月に台湾行く予定ができて、生理とかぶるなっていうことに気づき、月経困難症を改善するピルとは別に生理をずらすことができるピルがあるって聞いていたので、そこで初めて婦人科を受診しました。病院に行った時点で、前回の生理から何日経ちましたかって聞かれるんですね。で、そこから何日かによって生理を遠ざけるお薬か生理を早めるお薬を処方されるんですけれども、私はその当時の日数的に生理を早めに来させましょうと。なので受診したその日からこれを何粒飲んでくださいっていうお薬を出されて、でその PMS について悩んでいる話もしたら、そしたらそれはこのお薬飲み終わって旅行から帰ってきたらまた受診されてくださいってことでした。旅行前に生理を前倒しにするお薬を飲んで、無事生理いらずの旅行を済ませまして、今度は2月末に婦人科を受診しました。聞かれる項目がですね、出血量が多い方ですかとか、毎月定期的に順調に来ていますか、周期は安定していますかとか、痛みはありますかだったら気がします。で、私はとにかく PMS による気分の不調とか食欲増加、肌荒れ、腹痛などを挙げたら、まずエコー検査しましょう、あと血液検査しましょうってことで見ていただいて、その日はお薬出してもらえなくて、また後日結果を見てお薬出してもらえるって感じでしたね。もう一回病院に戻ってきて、でエコーの検査をどうだったかな、どうだったっけ、エコー検査はその場で見れたのかな。エコー検査の結果、お医者さんが言うには2センチほどの子宮腺筋腫がございます。これまで通り生理を来ることを続けていくと大きくなるリスクがあるので、その治療の対象として低用量ピルの使用は保険が効きますので、あなたは治療対象ですっていう話をされました。その腫瘍自体は場所的に形状的に悪性のものではないらしく、3年前ぐらいに別の病院で健康診断した時にあるって言われてた気がするんです。でその時も2センチぐらいですって言われてたはずなので、場がでかくなってるわけではないので、今のところ様子見で良いでしょうって当時も今回も言われました。症状を説明して処方されたのがヤーズフレックスっていうピルになります。中容量、低容量、超低容量ってある中の超低容量ピルですね。含まれるホルモンの量が比較的少ないそうで、比較的副作用が少なめと言われているお薬で、もしこれが体調に合わないようでしたらまた違うお薬があるので、別の種類を試してみましょうとのことで、とりあえず進みました。でね、こういうカレンダーみたいなシートになってて、1日1個飲むんです。飲み方は、正確なお薬の話はお医者さんとかそのヤーズフレックスのホームページで実際に確認していただきたいんですけど、私のざっくり説明でよろしければ説明させていただきます。はい、1日1粒で、飲みやすいタイミングで時刻は自身で決めていいそうです。で、私は、寝る前が一番分かりやすいかなと思ったので、0時にだいたい飲むように決めました。忘れちゃった時は、私が設定した0時から24時間までだったら、忘れたって気づいた時点でそれを飲めば OK らしいです。で、24時間経っちゃったらもうその次の0時に1錠飲んでくださいって感じです。私
は結構三日坊主なところがあるので、毎日お薬ちゃんと飲めるかしらって不安ではあったんですけど、その辺は結構緩くて、忘れたら思い出した時に飲めばいい、はい、1日スキップしてもその次の日またちゃんと飲めばいいって感じで、これはねできました。たまに2日連続で忘れちゃった時もあるんですけど、私が感じた最初の1ヶ月の副作用はですね、めまいを感じました。仕事中とか日中とか集中している時には特になんともなかったんですけど、夜編み物をね暇な時間に進めてたんですけれども、この近くで操作する編み物をぼんやりやってると、なんか目の奥がピントが合わなくなってくるみたいな、本当に軽い車酔いみたいなのをふわっと感じて、最初の2週間ぐらいですね。でこれがもし薬のせいなんだったら、私割と細かい作業が仕事でも趣味でもあるので、これ続くのだったら地味に辛いなって危惧しました。でも1ヶ月過ぎたあたりからはもうなんかそれも忘れるくらいなんでもない感じになりましたね。あともう一個副作用私が感じたのは、おっぱいが大きくなりました。生理前胸が張る経験された方いるかと思うんですけど、なんかその時のパンパンの感覚と似てて、ちょっとヒアルロン酸入れた時みたいな感じ、やったーと思ったんですよこれが続くなら嬉しいなみたいな。でもそれも続くことなく、1ヶ月半ぐらいで通常おっぱいに戻っちゃいましたね。そこはちょっと残念でした車酔いの軽度の症状が消えたことは嬉しいんですけど、おっぱい大きいままでいてほしかったな。はい、話がずれましたけどもって感じの1ヶ月でした。激しい副作用は私は出ず、ヤズフレックスで進めていきましょうっていうことで、次また 3C と処方されます。今度金額についてなんですけれども、ちょっと古い伝票がもう捨ててしまってないので、今日の伝票の金額をお伝えしますね。血液検査の結果を聞くのと処方箋出してもらうだけで、賞味5分ぐらいだったんですけれども、保険が適用されて1320円請求されました。で処方箋をもらって病院で、3ヶ月分のヤズフレックスを処方してもらったんですけど、7000円請求されました。3ヶ月分の快適さを買うために7000円かってちょっと思いますよね。しかも自費じゃなくて保険適用でこの金額かって思うんですけど、半年これを過ごしてみた私の感想としては、これは価値がありますね。もっと安かったらなお嬉しいですけど、私はこの金額を払い続けても生理を遠ざける選択肢を取りたいなって思ってます。ヤーズフレックスが、こういう冊子を出してるんですけれども、飲むことによって排卵を抑えることで子宮内膜が厚くならないように作用し、痛みの原因となる物質の産生を抑えて子宮内膜症の痛みや月経困難症の症状を和らげますとのことです。で難しい言葉で書くとそうなんですけど、私が通ってるところのお医者さんはね分かりやすく説明してくれて、月経がある普段の状態だとホルモンがこう排卵に向けて上がって排出に向けて下がってってこう波をね繰り返してるんですって。でそれによって気分の不調だったりとかホルモンバランスによるいろいろな諸症状をそれぞれ感じるんだと思うんですけれども、お薬を飲んでるとですね、ずっとその妊娠している状態のホルモンがずっと続いてくれるので、その気分の変調だったりとかニキビがえらい出たりとか爆食したい抗えない食欲などが退散できるそうです。プラス私はその子宮腺筋症、要するに子宮のどこかに、おできがあるんです。でそれが生理が来るたんびに工場を動かすと腫れが大きくなっていく可能性があるので、工場を休業させましょう。でそれによって腫れが大きくなるリスクを抑えるっていうお薬でもあるそうです。
ただその腫れ、腫瘍があることによって保険が私は効いています。飲み方に関してはですね、7×4 で28粒あるんですね。飲み始めた日とか不正出血があった日とか記入できるようになってるんですけども、120日経過したら1回お薬をお休みする。4日間休んでちょっとだけ出血します。お薬飲んでた間は子宮の工場がお休みしてるので、出血量は以前の生理とは全然比べ物にならないぐらい少なくって、そうだな、織物シートで事足りるか足りないかぐらいでした、私の場合は。3日4日ほど続きます。で4日お薬休んだらまた3シート120日間。あれでも最長120日続けられるんだったら何シート？いや、なんか最長120日間連続で服用できるって書いてあるんですよ。でも私はお医者さんに3シート飲んだら予約入れてもらって血液検査に来てくださいって言われてるんですよ。血栓症のリスクが上がるという報告がありますので、お薬を服用しているうちは3ヶ月ごとに血液検査をして、で毎受診ごとに血圧も測って血が詰まってきていないか異常がないかを見ながら、お医者さんが OK を出してくれたらピルが処方してもらえるっていうシステムなんですよ。なのでそれの今日結果を受け取りに行ってきたって感じです。これを飲んでいる間は血縁は全くもってのほかだし、過度な飲酒はやめましょうと指導されました。あと水をいつもよりたくさん取るように心がけてくださいっていうのと、同じところにずっと座って同じ姿勢でいるのは危険なので適度に運動しましょうっていうことです。エコノミー症候群に対する対策と似てますね。で今日血液検査した結果ちょっと私ここ最近2キロぐらい太りまして脂肪吸引したからこそ食べても大丈夫かなって思っちゃって体重増加しまして、初めて血液検査の結果ちょっとここに貼っときますね。コレステロールの値と中性脂肪の値が健康な範囲値を少し上回ってしまいまして、先生は太ってるから痩せろとは言ってないですけど、これ以上この数値を上げない方向でいった方がいいですねと言われました。はい、やっぱり血栓症は肥満状態の人間だとリスクがさらに上がりますので、この中性脂肪っていうのは甘いものを食べると上がるんですよって見透かされたような目で言われました。はい、甘いもの大好きです。やめたくないただこれが数値が悪くなりすぎると太っててビジュアルが悪いとかいう以前に生理を止めるお薬を処方してもらえなくなってしまうので、また生理が毎月来る生活にはもう絶対に戻りたくないので、ちょっとなんとかしましょう。また話脱線するんですけどいいですか？お医者さんに甘いものはねって言われた帰りにミニストップ寄ってソフトクリーム買ったんですよソフトクリームとポテト買って帰ったら職質されてすいませんって言われて、両手両足タトゥーが入ってるのでちょっと質問だけよろしいですかみたいな感じで低姿勢ではあったんですけど、アイス持ってんだよなみたいな。なんなのあれ、タトゥー入ってるから何すいません、別に関係ないです。今日帰りね久々に職質されて、暑い日にアイス持っててちょっと焦ったって話です。メリットはそのお薬を飲むことで工場をストップすることによってこれ以上子宮を酷使せず消えることはないんですけれども、これ以上悪化するのを防いでくれる。あとは私が今まで感じていた PMS このホルモンが一定の凪の状態になることで気分の不調が止められるってことですね。デメリットとしましては、お薬が合わない場合はめまいや貧血に似た症状が
感じられる。で、私はそれは、2週間程度でクリアしまして、他のデメリットとしましては血栓症のリスクですね。あとは金額面、そうですね、安くはないので、ただその予約する、通う、お金払う、めんどくさいんですけど、やっぱり血液検査をしてもらった方がいいのかなって思いました。私の体感的に生理辛いよっていう人と生理なんでもないよっていう人が0と10だとすると、自分の生理の辛さって3、4ぐらいなんですよ。有給を取らないといけないほどしんどい痛い目にあったこともないし、その貧血は今まで起こしたことがないので、なんかそんなに悩んではなかったんですけど、そのさまつな不調、例えば私は長く座る仕事についていて、ネイリストあるあるかもしれないんですけど、ちょっと汚いお話になるんですけれども、2時間1人のお客様にだいたい座ることがあって、でその合間にお手洗いに行けたらいいんですけれども、生理中で重い日にご予約が立て続けになってると、2名様3名様で6時間ぐらい最長で同じナプキンで座り続けなきゃいけないことが発生しまして、でそういう時にダムが決壊してしまうことがありまして、たまに施術の椅子を汚してしまうという事件がありました。インターネット見てると、多い日昼用が決壊するのは出血量が多いですって意見があって、自分が出血量が多いんじゃなくて、長時間操用してしまったから溢れ返ってしまったんだなって思ってたんですよ。ただその人によってはその数時間つけてても決壊しないっていう話を聞いて、おやっと思ったんですよね。受診したら案の定繊維筋腫がありましたっていうことで、もしかしたらそれが理由で出血量が多かったのかもしれませんって先生に言われました。なのでなんかちょっとでもちらっとでも自分が3でも4でも8でも9でもこれは不便だぞと、これは不快だぞという症状があれば、ぜひ信頼できる婦人科に受診してみてください。あとね、最初に受診した時にお医者さんに私聞いたんです。もしかしたら妊活したいかもしれない時が来るんですけど、不妊検査とかってできますかって聞いたら、お医者さんがこのヤーズを飲んでる間は不妊検査はできないですって言われて、妊活をされたいタイミングがあるのであれば休約しないといけないので、その時はおっしゃってくださいって言われました。今私の心情的には妊活する予定、子供を作る予定はなくていいんじゃないかなっていう気持ちにシフトし始めているので、今年私35になるんですけれども、特にパートナーも私も積極的に子供が欲しいと望んでいないので、このままの生活を続けるんじゃないかなって思ってます、今のところ。私はたまたま薬があって生活の QOL が爆上がりしましたよっていう報告です。何かご質問ありましたらぜひコメントください。私はそのお薬に対する知識が正確でないところもあると思うので、これって受診した方がいいですかとかはお医者さんではないので答えられないかもしれないんですけれども、私の体験でしたらオープンに答えられますので質問してください。 PMS についてなんですけど、私がその身体的には辛くないけどメンタル的にしんどかったなって亡くなってから気づいたことは、その生理前の感情の揺らぎが、私はそのホルモンのせいだと思うんですけれども、パートナーに大事にされてないんじゃないかみたいな八つ当たりっていうか怒りがこみ上げてくることによって、そのパートナーに対して喧嘩腰な態度になっちゃったりとか、なんでこういうことをしてくれないのみたいに責めちゃったりすることがあって、お薬を飲むようになってから本当に気持ちがなぎというか、生理前のイガイガしている状態の時ってこれをしてくれなかったとか、こういう態度は私に対する当てつけなんじゃないかとか、悪意的に相手の行動を受け取ろうとしちゃってる節があったんですけれども、イガイガしてる時はそのしてもらえてたこと、与えられてることをなんか聞き取れなくなるっていうか、私はその身体的な変化プラスいわゆる PMS がその人の生死を分かつものではないが、
軽微な症状が緩和されたことによってハッピーな状態に近づけたのかなって思ってます。こんなちっちゃいお薬でね、1日1個飲むだけで自分が改善されたと感じられるのであれば、実際そのメンタルの作用なんてそれもプラセボかもしれないんですけど、私は服用を続けてよかったなって今思ってるので、あと肌荒れもだいぶ減りました。なので皆さん正しい情報はお医者さんを受診されてください。ではまた次の動画でまたね。